こんにちは。講師を務めさせていただくイラストレーターのうんつえと申します。アズールレーンや崩壊サードなどのソーシャルゲームの公式ファンアートやドットライブ所属 VTuber の 2D デザインなど他に様々な企業イラスト案件の方を手掛けております。他にもだいたい4年ぐらい内勤のイラストレーターとしてソシャゲ開発事業の現場で主にそのカードイラストの仕事に携わっておりました。これから主に女性キャラクターのイラストの描き方についてお話や実演を行っていくわけですが、十数年やってきたその経験とか有用な情報とかが解説できればいいかなというふうに考えております。何卒よろしくお願いいたします。こんにちは、うんつえです。構図についてのお話です。今回は絵をどう見てもらうかというお話です。まず視線誘導とは何か。せっかく頑張って描いた絵なんだから隅から隅まできっちりと見てほしいですよね。またこだわった部分も見てもらいたいものです。ならばこちらが意図的にそれを見てもらえるように見る人の視線をそこへ誘導しましょう。そういったテクニックとなります。今回は3つピックアップして説明したいと思います。配置について、基本的に人物はセンターに配置するのがいいです。意味のない余白は作らないようにしましょう。キャンバスをきっちりと使い切ることが大切です。余白は人の目を引きます。よく初心者でありがちなイラストとしては、キャンバスの隅っこにキャラを描いてしまっているケースです。例えば左の絵のような感じ、おそらく特に構図を決めず思ったようにキャンバスに絵を描いてできた結果がそれなのだと思いますが、キャンバスの右上周辺が完全な無意味な存在になってしまっています。せっかくキャラを頑張って描いたのに、むしろそっちの余白に目がいってしまい、キャラの印象はぼやけてしまいます。キャラクターを画面中央に移動させ、サイズもキャンバスをきれいに埋められるよう拡大してあげましょう。標準パースや望遠パースなどの単独キャライラストは基本センター配置が失敗がなくていいです。また、キャンバスを使い切るための配置術として余白にオブジェクトを配置しましょう。オブジェクトは対角線上に大きさやピントをずらして前後感を出すとイラストに奥行きが出るのでとてもいいです。次にトリミングによる演出と注意点について、すでに少し紹介しましたが、トリミングによって意図的に見せたい部分をフォーカスすることができます。またイラストを傾けたりすることで疑似的な躍動感が生まれ、印象が良くなることもあります。注意点としては、関節部分でトリミングすることは NG です。また余白や抜けがなくなることは NG です。過去作品を実際にトリミングしてみました。気持ち体を強調する構図になりました。傾きも少し変えただけですが、顔の印象が少し強くなったのではないでしょうか。続いて今の絵は実はそのまま NG 例にもなるんです。赤枠の部分が関節で切れているからなんとなく見てて不安になりませんか？足に限らず手首や腕など関節部分で絵をトリミングでカットしてしまうと、人には漠然としたネガティブな印象を与えてしまうのです。直前にトリミングで足をカットしているのはそういうことなんです。最後に黄金比の活用について。誰しも一度は見たことがあるであろう黄金長方形。この渦巻きラインに沿って視線を誘導することができます。このライン上に重要オブジェクトを配置し、螺旋の中心に顔や主役の部位があると好ましいということです。これに関しては個人的にはそこまで重要だとは感じておりません。なぜなら視線誘導を意識してイラストを制作する経験を積んでいくと、おのずとそれに近しい流れに持っていけるようになると考えているからです。私自身は構図の確認用のガイドとしてこの黄金比を普段使っております。過去作品で例を紹介していきたいと思います。なんとなくライン上にメインオブジェクトが収まっていて、渦の流れにそれなりに従っているな、それくらいの認識で十分かと思います。オブジェクトの配置で迷った時に渦から外れていたら、もう少し渦の中に近づけてあげよう、そういった感じで調整しています。次も見てみましょう。こちらは縦構図の黄金比です。なんとなく流れに沿っているのがわかるかと思います。
こちらも以前紹介したことのあるイラストですが、ガラスの靴から入ってライン上を進んでいき、最終的に顔や手元、胸元に流れが収束するという感じになっております。視線誘導は考えながらやるとぐっと絵が良くなる部分だと思うので、ぜひ意識してみてほしいです。こんにちは、うんつえです。今回は塗りについて解説していきたいと思います。それではこの3つのイラストを使ってやっていきたいと思います。こちら真ん中から行きましょう。右やや上手前から光が当たっているという感じで塗っていきたいと思います。個人的なその塗りの理論としてですけれども、アニメ塗りっていうのが一番色が綺麗に鮮やかに見える状態だと思うんですよね。で、ここからぼかしたりとか書き込んだり塗り込んだりとかしていて、ご自身の思うテイストに寄せていくと思うんですけれども、大事なことは、まず、基本はこの色とこの色の範囲内で完結させるっていうことが大事なんですね。ここにさらに色を加えたいなのであれば、この状態で、例えばもう少し重たい色、例えばこれを置いておくことが大事なんですよね。このアニメ塗りの状態でおかしくない色味っていうのを最初に見つけておくことが重要なんですよね。もう一つ塗っていく前に大事なことというのが、この色を、例えばその定山でグレーで、今肌色がここなんですよね。ここを、例えばこのまま下に下ろすと、明度を下げていくだけでは全然可愛くないですよね。暗くするだけでは肌の影を表現することができないわけなんですよね。じゃあどうやって影の色を表現するかってなると、色相環を使っていくことになるわけです。まずこの明るい部分っていうのは色が黄色に近づいていくんですよね。で、暗いところっていうのは青に近づいていくんです。もうこの2つを覚えておいてください。暗い影を表現するときには青色、明るい部分を演出するときには黄色を置いていく。この肌色を暗くするだけではダメなので、これをこっちにずらしていくといい感じの色になってきたと思いませんか？ちょっと濃すぎるので、この辺ぐらいかなって探すといい感じの色が見つかると思います。青くしていくと暗さっていうのが明度を使わずに表現できます。ただ肌なのでもう少し赤みがあるといいかなということで、これぐらいを探せばまあいいかなと思います。ではそのまま塗っていきましょう。ハイライト、例えば明るさ、この辺とかに当たって色も真っ白を置かずに黄色を少し混ぜた色だとすごくそれらしいハイライトになるかなと思います。で描いていくわけなんですけれども、私がその初心者の時とかに肌のリアルないい感じに塗りたいなっていうことで、結構こうやってぼかしツールとかをエアブラシとかを使って一生懸命こんな感じで塗ってたんですよね。で、立体感出したいっていうので、この線画の際とかも一生懸命こんな感じでぼかして、ハイライトもエアブラシでなじませて頑張って描いてたんですけれども、これは経験ある方多いと思うんですけど、ソフビみたいになってますよね。メリハリがなくなってしまって印象がぼやけてしまう。なので、今みたいなやり方はちょっとあまり推奨されないので、どうするかっていうと、この境界線を残す。明るいところと暗いところの境界線を残しておかないとメリハリがなくなってしまうんですよね。とはいえスポット的にエアブラシを使った方がいいかなと思います。逆に立体感を表現するのに反射光とか入れていくとよりリアルなイラストになっていくかなと思います。で、ちょっと味気ないなっていう風に思われる方が多いと思うんですよ。ここで重要になってくるのがムラっていう部分になるわけなんですよね。どういうことかと言いますと、例えばこの部分とか、この部分とか、あとはこの辺とか、ベタ塗りですごく空いてますよね。ここをなんか情報を埋めたいなっていう風に多分考えるんだろうな、人はって思うんですよ。だから例えばさっきみたいにエアブラシでビューって書いてとか、なんか書きたくなっちゃうんですよね。でも書くとさっきみたいに印象がボケてしまうし、汚れてしまうっていうので、どうするかっていうと、さっきの影の色を拾って不透明度を下げていただいて、ふわっと影を置いてもらえればいいかなと。で、これがムラになるわけですよ。書かれているのか書かれていないのかわからないぐらいのムラ。これがいい感じにイラストに情報量を付与してくれる要素なんですよね。ぼかして滑らかにしてもいいですし、結合して馴染ませてもいいですし、多少でもこのちょっとぼやぼやっとした感じは残しておいてほしいと思います。で、こうすることでなかった時よりも体の凹凸とか立体感とかその厚みの感じとかが表現できているかなと思います。これがムラですね。
この辺とかもベタになってるので寂しいので、この辺の色を拾って環境光をちょっと入れてやるといいかなと思います。ムラが欲しい部分って多分あるんですよ。見えるか見えないかわからないぐらいで大丈夫だと思うんですよ。描いていただくといい感じに見えてくるかなと思います。私普段こんなに描かない、もっと少なめなんで、こんなにも描かなくてもいいかもしれない。で、2色なので味気ないかなと思いますよね。なのでもう1色の色を選びましょう。先ほどこの重たい影よりも、さらに少し明度を下げて、この青に色相を近づけつつ、肌はちょっとサイドを上げていくと、右下にずらすとですね、ちょうど良くなるわけですね。で、最も色が濃くなりそうなところに、ピンポイントで置いてやると、立体感がさらに強調されていいかなと思います。やりすぎないことが一番ですね。この辺はやっぱ一番影が重くなるので、こう入れてあげればと思います。この一番重い影の範囲を広げると、またそれはそれでややこしくなるので、あくまでスポット的に入れるのがいいと思います。こんな感じでどうでしょうか。色のムラっていうのを使って情報量をアップしていきましょう。細かいテクニックとかについては、この後の実践編で解説していければと思います。それでは本講座のテーマについてお話ししていきたいと思います。可愛さとセクシーさを両立させた女の子のイラストが描けるようになりたい人、新しい技術やツールに触れてみたいと考えている人、そのような方々にぴったりの内容となっております。今回の目玉の一つである 3D について、私のおすすめのソフトを2つ使い方を解説していきたいと思います。クオリティの大幅アップのサポートツールとして、これを機に覚えて帰ってほしいと思います。商業案件で採用されているイラストの違いについてを学び、商業イラストレーターとして活躍できるようになってほしいと思います。言い方を変えれば、SNS で受ける絵では、絵の仕事にはつながらないということも学んでほしいと思っております。それについても後々説明していきたいと思います。